日本では推定1万人の女性が AV 業界で働いていると言われ、最近ではその経験を語る女性たちを多く見るようになりました。ただ、親の目線を知ることはまだまだ少ないです。彼女たちの親って一体どういう風に感じてるんでしょうかね。というか、ほとんどの親はやっていることを知らないのかもしれない。多分秘密にしている女性がほとんどだと思うので、ただ中には偶然分かってしまう親もいると思いますし、最近そのような親御さんと話す機会がありました。お顔は映せないということだったんですけども、インタビューを受けてくださり、その本音について教えてくれました。そこで今回は親の目線、そして女優の目線、両方紹介させていただきたいと思っております。今日はインタビューを受けてくださってありがとうございます。こちらこそ、このような機会をありがとうございます。娘様が AV に出ているとした経緯について教えていただけますでしょうか。3年ぐらい前ですかね、弟からお前の娘にすごく似てる AV 女優がいるぞというメールが来まして、それで検索してみたらですね、実際すごく似ていて、もう本当にびっくりしました。もちろん名前や髪型は違うんですけども、顔は本当にそっくりというかですね、本人としか思えないぐらい似てまして、実際の映像を見て確信しました。声や雰囲気が全く同じで、これは間違いなく娘だなと。その時はどういうふうに思いましたかね。かなりショックでして、絶望的な AV 女優さんに対してですね、特別な嫌悪感というのはないんですけども、自分が知らない人がやるんだったら、正直どうでもいいです。でも自分の家族がそういう仕事をしているのは、やっぱりショックというか、親としてはやっぱり受け入れられないですよね。まだ21歳だったんで、さすがに娘の将来がですね、心配になりました。それは本人には確かめたんでしょうか。問い詰めたんですけど、最初はですね、否定してましたけども、結局認めました。実は、風俗もやってるってことも発覚してしまって、本当にとてつもなくショックでした。もう死にたいなと思うぐらいですね。AV や風俗をやっていた理由についてお聞きしても大丈夫でしょうか。大学に行く際にですね、返済不要の奨学金を借りることができた、そういう話だったんですけど、実際それは嘘でして、借金をしていたんですね。その借金を返したいっていうのと、将来アメリカに留学したいということで、仕方なく働くことにしたというふうに言ってました。それを聞いてですね、責めることはできなかったですね。実は10年前に私離婚をしてまして、シングルファーザーで一生懸命やってきたんですけど、だいぶ我慢をさせることが多かったんですね。奨学金を借りることができたと言ってたんですけども、結局ですね、僕に経済的な負担をかけたくなかったから嘘をついたのかなと思います。自分が情けなくなりましたね。娘はそうやっていつも僕に気を使ってくれていてですね、挙句 AV や風俗に手を出してしまったという感じだと思うんです。これはですね、間違いなく、親の私の責任です。娘様は今も AV と風俗を続けてらっしゃるんですかね。すぐにやめてほしいということは何度も頼んでるんですけど、借金返済と留学費用が貯まるまでは続けると言ってですね、聞かないんですね。私も何度も言ったんですけども、もう何を言っても聞かないという、もちろん親としてはですね、一日も早くでもやめてくれることを願うばかりです。ちなみにお子さんいらっしゃる？はい、いますよ。娘さん？娘さんいますよ。ちょっと想像になるんですけど、はい、もし娘が AV 女優をやっていたっていうことがなるほど。手入れるもん。でもやっちゃってたらもうしょうがないもんね。しょうがないです。でしかも今時代もどんどん変わってるじゃん。それを考えると昔よりはだいぶやる可能性が高い。でもそうするとさ、こっち側の育て方の問題が悪かったの。やるように育てたまで言わないけど可能性はありますよね。やっぱり親の育て方でこうなっちゃってるわけだから。もともといたスポーツ新聞社の記者が、父の知り合いである元プロレスラーの方に、それをゴシップ的な感じで言って、で、心配したその方が、私の父に連絡してっていうところから、いつかバレるかなとか、ちょっと心配ではあったんですよね。でも、これだけいろんな AV 女優が出てる中でバレないかなっていう心もあって、ほとんどの私の知ってる女優さんとかだと、東京以外から来て、一人暮らししてっていうパターンばっかりだったので、そうなんです。だからもう親はとにかく無視とか、そういうことができたのが、やっぱりなかなかできずに辛かったですね。家に帰ったら、線香の香りがしてて、ご先祖様に謝ってたのか、どうか違ってくれっていうので、祈りを捧げてたんだと思うんですけど、パッケージ写真って結構加工してるから、違うって言えば通るじゃ通るんですよね。パッケージ写真しか出てなかったんで、違うって言い張ったんですけど、
画像とか本人感バリバリじゃないですか、動画ってなったら。結果的にはそんなに持たなかったんですけど、母の場合は頭おかしいからって言われて、精神科行こうって言って、精神科連れて行かれたりとか、結局そこでは逆にお母さんがすごい結構ストレスがすごい状態なので、お薬お母さん用に出しとくから半分飲んだらみたいなこと言われて、そういう感じでしたね。私以上にやっぱり親の方がショックって意味で。私の場合はですよ。私の場合は両親とあんまり関わるのやめようっていうのは言いましたね。これはもともと私が両親とや家族とあんまり合わなかったのもありますし、AV のせいではないんですけど、結構無理して親に合わせた部分が人生であったので、そういうのをやめるきっかけにはなってよかったんですけど、逆に今まで合わせてきた分、親からしたらショックなので、あんないい子だったのにみたいな感じで、何があったのみたいな感じになって、これが本気で私のことを心配してくれて、そんな危ない業界だから出た方がいいって言うんだったら、まだ仲直りとかしやすかったのかもしれないですけど、第一声が親に恥かかしてとか、そういう家族に恥かかしてって感じのリアクションだったんで、まあこの人たちそうだよなみたいな感じで、私も冷め切っちゃって、で出てくわみたいな感じで、もっと渋谷かほってこともやめてほしいですよね。私としてはもっと AV 女優として幸せになった姿をみんなに見せるために頑張りたいっていうのが、向こうからしたら渋谷かほを隠したいので、どっか外国行ってひっそりっていうこと本当に言ったんですよ。どっか外国行ってひっそり過ごしたらみたいなこと言われたんで、経済的にもちろん大学も行かせてもらったしとか感謝してる部分もあるので、ひどい親だとは思わないんですけど、ただ今後あまりお互い関わらない方がいいのかなって思いましたね。親御さんとは今どう連絡取ったり？私片親なんですよ。一緒に住むことはないですけど、すごい仲良くやってます。お母さんは今仕事どう思ってるんですか？多分 100% バレてると思うんですけど、でもそれでも何も言わないで一応見守ってくれてるから、もう本当にありがたいですね。言及もしないでくれてる。特にこの業界にいる女の子、親子関係で抱えてる子は多いのかなって。でも今みたいに親と仲いい方が精神衛生上はいいですよ。そう。知りたくないですよね。そうですね。やっぱり友達とか親戚とかとは違うものでもありますし、あと切れないって面もあって、例えば日本だと保証人が必要。反対されたけども仲直りできたっていうパターンは結構経済的に家族を支えてるから向こうも文句言えなかったりとかする。お母さん公認でやってますっていうのも傍から見たら仲良しでいいなと思うんですけど、どうなのかなってやっぱり女優さんほとんど20代前半とか本当に若い方が多いので、この年齢でもう親を支えてるって、大丈夫なのかなというのはありますね。心配する部分も。日本のセックスワーカーに関して言うと、最近どのような傾向があると思われますか？最近増えてきたのが、子供の学費を払わないっていう人が激増してるんですね。で、親の世帯収入で奨学金が受けられるか受けられないっていうの決まるから、親の世帯収入が高いとあらゆる支援が受けられないので、自力で学費と生活費を稼がなきゃいけないって状況に追い込まれる。そうするともう本当にね、風俗やるしかないんですね。風俗一択なんですよ。もう選択が、大学生続けるためには。そういったところで働く大学生もいるんですね、今は。いるんですねっていうレベルじゃなくて、それがね、一般的なんですよね。一般的です。どこの店行っても女子大生いると思いますね。その親が大学費用を払わなくなってきているっていうのは何か理由があるんですかね？親っていうのは40代後半の世代なんですけど、いつリストラされるかわからないとか、雇用が不安定で今うまくいってても、リストラ対象になってる年代で、5年後はわからないみたいな多分状況の人ってたくさんいるから、そのリストラとかなく昔みたいにね、安定した終身雇用の時代だったら全然子供の学費払うんでしょうけど、そこでちょっと不安になって子供の負担したくないっていう人がすごい増えてます。最近では AV と風俗両方で働く若い女性が増えているそうです。なぜなんでしょうか？一方
本でも出れば AV 女優っていう肩書きがもらえるじゃないですか。それで風俗デビューして元 AV 女優とか現役 AV 女優って言ってそっちで稼いでる男性の方が風俗に行くってなった時に、皆さん知らないと思うんですけれども、肩書きに AV 女優って書いてあって値段が一緒だとしたらちょっと入ってみようかなって事前にチェックできるじゃないですか。どんなの出てたのかなって芸名調べたら見れる。やっぱり稼ぎは変わってくるのかなと思いますけどね。親にですね、経済的な負担をかけたくないという理由で、AV とか風俗とか始める大学生の方って多いと思うんですけど、これ親の立場からするとですね、もう AV や風俗をされる方が100倍辛いし、本当に苦しいです。例えはすごく悪いかもしれないんですけど、まるで自分の子供がですね、犯罪者になってしまったような、本当そういう気分ですね。もちろんですね、女性が AV や風俗をやることというのは犯罪でも何でもありませんし、別にAV やですね、風俗産業を全部配信しろなんてことは全く思ってません。でも親としてはですね、本当にとても辛いし、苦しい気持ち、心臓をナイフでえぐられるような、そんな苦しい感じになりますね。そういうことをですね、若い女性たちには本当に分かってほしいなと思います。AV っていうのは一生ですね、ネットに残ってしまうんですよね。自分の将来を全部本当にダメにしてしまう可能性がありますよね。お金のためにですね、AV に手を出したいという女性は、本当そのことをですね、強く肝に銘じていただきたいと。自分自身そういう家庭だったから家族を作りたいとかなくて結婚したいとか子供を作りたいとか全く養子がとかなんか大事にしてる親戚の子がとかするってなったらネット社会になって結構経ちますけどほぼ一生残るんですよね。でも二次使用料とかあっても本当に大したことないのでそう考えた割に合わないんじゃないかなと思います。長いスパンでもっと AV 上位で生きていくことが全然苦じゃなければ、ただ引退した後隠してもう何もなかった感じで生きたい。例えば大学4年間だけ学費払うためだけに AV 出たいとかあったら、ちょっとやめた方がいいかもと思いますね。私は出る前は、モザイクが表紙にかかってる AV とかもあるじゃないですか。企画ものとかがあるから、顔隠れるのかと思ってたぐらいなんで、でも全然企画ものでも、中はモザイクかかってなかったりとかするのでバレるし結構残るのでちょっと考え直した方がいいなとは思います。 AV 女優の子はたくさん知ってるけどもうみんながみんな後悔してる。むちゃくちゃな世界でだから半分騙して AV の仕事させて情報遮断されるわけです。メーカーがいくら払ってプロダクションがいくらお金取ってるっていうのを女の子は一切知らない。何が何だか分かんなくてやってる人が多いから後から問題になるんですよ。絶対にバレないとか AV 業界の体質女の子を騙したりする体質っていうのはすごいまずいと思いますよね。